すごいなこれ。でしかも車が止まってる。ちょっとハザード焚いていきます。吹き流しももうね、真横で嵐で、多分ね、もうみんな走れなくなってますねこれ。どうも、クピオです。今なんですけど、新潟県の七下浜サービスエリア下りにいます。愛知県をスタートし、北上。1泊目は岐阜県の山の中で車中泊。2泊目は富山県の RV パークで車中泊し、今、高速道路に入ったところです。ここまで約350キロ。一般道での平均燃費は1リッターあたり 9.3 キロです。今日、明日2泊高速道路で車中泊します。日中はずっと走行しますので、かなりの距離移動します。燃費どのぐらい伸びるのか楽しみです。昨日まで一般道を走行した感想は、ターボエンジン本当に素晴らしかったです。高速道路はどうでしょうか。軽キャンピングカーといえば下道旅が基本になりますが、やっぱり遠く行きたいですよね。高速道路旅ができれば日本中が庭になります。ハッピーワンターボはアトレがベースなので、アダプティブクルーズコントロールがついています。半自動運転です。1000万円を超える普通のキャンピングカーにもついていない最新装備が軽キャンピングカーについてるんです。すごいですよね。今回の高速道路旅が最終試験のような、そんな感じがします。自分的に気になるポイントが上り坂ですね。明日から走行するポイントは、カムロードベースキャンピングカー3リッターディーゼルターボでも80キロが限界ぐらいのきつい坂です。何キロで走行してくれるんでしょうか。そして風の揺れですね。どのぐらい揺れるんでしょうか。その次はやっぱり気になるアダプティブクルーズコントロール ACC ですね。このキャンピングカーで重くなっていますので、通常通り働くんでしょうか。軽キャンピングカーでの半自動運転は初めてなので楽しみです。そして走行充電でオフグリッド旅できるか。今日から2泊連続外部電源なしになりますので、走行充電で回復するか確かめます。そして車内の遮音性も確かめます。こんな感じで、止まっている横はエンジンつけて車が休まれています。この状態で寝てみて遮音性を体感します。今回の高速道路車中泊が快適に眠れて快適に走行できれば名車の誕生ですね。ワクワクします。それでは車中泊のセッティングします。今日の晩ご飯なんですけど、高速道路乗る前にコンビニなどで休憩して、もうおにぎりとか食べました。なので今日はもう寝る準備していきます。初日バンクベッドで寝て、2日目昨日はこちらのソファーベッドで寝ました。もうそれがすごい気持ちよかったんで、今日もこっちのソファーベッドで寝ます。やっぱり広いですね。それではもう歯磨きして明日の走行に備えて早く眠ります。それでは眠ります。クーラーは一番風量を弱くして、設定温度上げておきます。昨日結構ね寒くて途中起きたんで高めにしておきます。これベッド展開しても冷蔵庫開くのいいですね。寝る前のお水がいただけます。昨日は頭あっち側だったんで、エアコンの室外機の音ですね、軽くブーンと聞こえていましたが、こっちが頭にすると聞こえないですね。
これはぐっすり眠れそうです。明日はここ新潟から長野県通って、そして岐阜県通って愛知県に行く予定です。約400キロ。そして車中泊して、あさって伊勢湾岸道、海風が強い高速道路なんですけど、そこを走行して JP スタへ戻ります。特に楽しみなのが、新潟県と長野県の県境に妙高山っていうのがあるんですけど、その辺の高速道路がかなり急な坂で長時間です。自分の所有しているキャブコンでも速度が出にくかったんで、このハッピーワンターボどのぐらい速度出るんでしょうか。もうそこ普通に走れればどこでも行けると思います。さすがのターボでもしんどいと思います。どうなるか楽しみです。昨日車中泊して新しい発見あったり、新しいデメリットも見つかりました。やっぱり車中泊してみないとわからないことがあります。そして面白いのが、1泊2日の車中泊と何泊か生活する車中生活ではまた違ったデメリットが出てくるんですよね。本当に奥が深いです。特に水回りや電気系などは1泊だと比較的問題は起きにくいんですが、何泊かすると問題起きやすくなります。明日もまた新たな発見やデメリット見つかりそうです。それはそれで楽しいしワクワクします。おはようございます。マックスファンから朝日が入っていて、すごい気持ちよく起きられました。バンクベッドで寝た時は結構眩しかったんですけど、こんだけ距離あると大丈夫ですね。朝日は斜めに入ってきますんで眩しくありませんでした。クーラーもしっかり朝まで作動してくれました。おかげで快適で眠れました。バッテリーは 39% に減っています。まだ結構残ってますね。このバンクベッドの上の方、かなり熱くなっています。やっぱり日が昇ってきたんで熱が溜まってますね。今現在外気温が 36.4 度、そして中は 28.8 度、ちょっと暑くなってきました。エアコン強めます。はい、準備できました。で、今なんですけど、ちょっとね、車内が暑いです。35.9 度、これ外気温で、中が 29.3 度、テーブルの上です。で、温度計なんですけど、この助手席の窓から出して壁側につけています。で、今こっち側は影なんで、一応日陰の外気温になります。こんな感じで助手席側は影になっています。そして助手席から線を出して温度計、ここに影のところを設置しています。多分直射日光側だったら45度とかそんな気温になってると思います。ここまで来るとこの 12V クーラー冷えにくくなってきました。現在エコモードで設定温度を一番低くして風量も一番強くしてます。なんで次ですね、エコモードではなくて一番効く最強モードっていうのがあるんですけど、そちらでやってみます。この状態で冷えるか検証している間に朝ごはんいただきます。冷蔵庫にこのレンジで簡単スパゲッティありますんで、これでナポリタンパスタ作ります。
12V クーラー最強モードにすると少し冷えてきました。それではパパッと食べて出発します。いただきます。ごちそうさまでした。結構ボリュームがあってお腹いっぱいになりました。このスパゲッティなんですけど、なんか給食の味がしました。小学校中学校の時に食べた給食のソフト麺の味です。あの時の同級生は今何しているんでしょうか。はい、今ですね、このテーブルの上に置いている温度計の温度が 25.5 度、外気温が 36.6 度です。なんかキンキンで寒すぎるというところはないんですけど、もう全然中で過ごせるぐらい冷えています。やっぱりこっちから熱が来ている感じです。でもすごいですよね。直射日光が当たっていて外気温がもう37度ぐらいでも冷えるっていうのは、その代わりクーラーの冷房モードは一番強くて、もう風も一番強い状態です。なんで結構音はします。なおかつ消費電力はもう 900W ぐらいなんで、あまり長時間は使えないと思います。今ですね、周りにおじいちゃんが何人か来てずっと喋っています。多分珍しくて面白いんでしょうね。ではゴミ防臭袋にまとめて後ろの収納ボックスに入れます。うわ、めちゃくちゃ暑いです。では今から出発しますんで、走行充電のテストをしておきます。電気切った状態で現在消費しているのが 28%、 約 30W ですね。で残量は 24% です。これ消費しているのはソーラーパネルからの入力あるんですけど、冷蔵庫の消費が上回ってますんで 20W から 30W 消費をしている状態です。この状態でしばらく高速道路を走行して何%まで回復するかやってみます。はい、もうこれで走行できますね。これがやっぱりキャンピングカーの素晴らしいところですね。すぐに移動できます。それではトイレだけお借りして出発します。この七下谷浜サービスエリアの下りがすごい絶景なんですよね。向こうに海が見えています。この景色を見ると本当に心が洗われます。どこまでも続く青い海。このサービスエリア高い位置にありますんでよく見渡せます。富山県から新潟方面へ移動される場合は皆さんもぜひ寄ってみてください。この状態で今アイドリングなんですけど、充電がなんと 900W とかなり入力が高いです。多分このまま続かないと思うんですけど、ちょっと様子見ます。いや、今日は楽しみですね。で1時間か1時間半ぐらいずつ休憩しながら走行します。途中ご当地のスイーツなどいただきながらサービスエリア旅も楽しみます。ガソリンスタンドありますんで入れていきます。まだまだ燃料あるんですけど、ハピワンターボガソリンタンクそんなに大きくなくて38リッターなんで早めに入れておきます。はい、高速の合流なんですけどスムーズに加速してくれました。40キロから80キロまでの加速なんですけど、この期間ずっともうターボ効いてますんでかなりパワーはあります。どんな高速道路の合流でも問題なくスムーズに合流できると思います。今現在平坦な道で80キロメーター読みで走行しています。で、エンジンの回転数が約3000回転ですね。そんなにうるさい感じはありません。この後90キロ、100キロとか出せる区間になったら出してみます。ここ現在新潟の上越なんですけど、ここから長野県へ向かう現在上信越道です。ここの景色がもう絶景で大好きです。景色も楽しみながら走行します。せっかくなんでこの ACC アダプティブクルーズコントロール使ってみます。半自動運転ですね。速度設定するとその速度でずっと走ってくれます。そして前に車がいれば追従してくれます。前の車が遅くなれば減速するし、速くなれば速くなります。ただその設定速度上限は自分で決められます。でまず操作なんですけど、このクルーズボタンを押します。そしてクルーズモードに入ってから次セットするんですけど、ここのハンドル右のところにセットっていうのがあります。ここを押すと現在走行している速度にセットされます。これでもアクセル離しても大丈夫ですね。ここのセットと上のプラスですね、レスって書いてます。ここを押したりするとその速度が1キロずつ変更できます。で一旦80キロで設定します。でハンドル右側にですね車のマークあるんですけど、これを押すと車間距離を決められます。
前の車と一番広いのか短いのか、または中間なのか3パターン決められます。でクルコンを解除するにはもう一回このクルーズボタンを押します。そうすると解除されます。でもう一回クルコンを使いたいときはまたクルーズボタンを押して、次は上のレースボタンというのがあります。これを押すと先ほどまで走行していた速度で走行してくれます。今緩やかな上りなんですけど、もうクルコンを設定してるんでアクセル離したままでも自動で加減してくれます。これめちゃくちゃ便利です。で今絶景なんでなんか景色も見やすく余裕が生まれて旅を楽しめる感じがします。目の前には標高 2000m クラスの妙高山が見えています。でここからですね、妙高山の麓を走るんですけど、かなりきつい坂になります。昨日もお話したんですけど、自分の持ってるカムロード3リッターディーゼルターボでも80キロから加速しないぐらいきつい上り坂です。もうほんと80キロで走行するのがやっとという感じです。このハッピーワンターボどうでしょうか。チャレンジしてみます。はい、ずっとですねもう上りに入っています。で80キロをキープしているんですけど、エンジンの回転数がだんだん上がってきて3500回転も上がって今もう4000回転ぐらいになってます。それで80キロをキープしている状態です。はい、もう妙高山の真横でもうかなりきついです。でさらにですねエンジンの回転数上がって、なんと今4600、4700回転ぐらいまで上がっています。エンジンがウィーンとちょっと高い音でうねっています。今ですねさらに上がりました。5400回転まで上がりました。かなり音がします。大丈夫でしょうか。はい、ちょうど妙高パーキングエリアですね。この辺が一番標高高いです。エンジンうなってますが、なんとか80キロキープできましたと思ったら、また長い平日坂現れました。で今エンジンの回転数は5400、500ぐらいですね、上がっています。でこの状態で加速できるか1回やってみます。1回踏みます。はい、踏みました。5500、5600、6000近く上がりました。で速度が82、3ぐらいですかね。それで止まっています。でこれがハッピーオンターボの限界値ですかね。はい、なんとか80キロキープできることが分かりました。ここの道行けるんだったら多分日本上の高速道路、バイパス道路、どの道でも法定速度は出ると思います。ただきつい上りでは最高速度82、3キロが限界という感じでした。なのできつい上りでは追い越しはできないという感じですね。でも合格ラインじゃないでしょうか。はい、高速道路入ってから1時間以上走行したんですけど、やっぱりクルコンかなり楽ですね。もうずっと80キロなんで、あんなきつい坂でもずっとベタ踏み本来はしないといけないのが、全くアクセル踏まずにいけるっていうのはこんなに楽になるとは思った以上の効果です。そして軽キャンピングカーの場合、アクセルの踏み立つ量が多いんですよね。ベタ踏み加速も多くなります。なので一番クルコンの恩恵があると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。でこの道今結構トラック走ってますんで、トラックの横揺れ、風圧の揺れ検証してみます。はい、現在80キロで走行していて、ちょうど後ろからですねトラックが来ました。今真横を通過しました。少しね押された感じはありますが、足回りがしっかりしていますので、なんか勝手に戻ってくれる感じでした。はい、この辺はトラックの追い越しが連続であります。さあまた来ました。はい、今なんですけどちょっと押されてこっち側に来ました。でその時ですね面白い現象がありました。こう押された時に、車体がこう傾きますよね、大げさに言ったら。その時にこっち側のタイヤ、左のタイヤが沈みます。その時にスタビライザーがこう片一方のタイヤが下がった時に、この右側も一緒に下がるようになって平行を保ってくれます。なんでこう押された時に押されて、でスタビライザーが働いてこうなってたのがこう平行になって一瞬で治る感じがしました。これは面白いスタビライザーの現象が体感できます。まあまあ距離進みましたので、次のパーキングエリアかサービスエリアで少しスイーツ休憩します。トラックの追い越し時の揺れは多少あるんですけど、すぐ戻る感じなんで、もう全然問題ない感じでした。キャンピングカー乗られてる方なら問題ない範囲だと思います。
でノーマルのハッピーワン自分乗ったことあるんですけど、それと比べるとだいたいそうですね3分の1とかそのぐらいの揺れの少なさです。直進安定性もノーマルのハッピーワンに比べるとだいぶ良かったので、もしかしてこのやっぱりトレッド幅ですね、タイヤとタイヤこの幅がノーマルのハッピーワンハイゼットトラックよりこのアトレベースの方が30センチほど長くなっています。なのでこっちの方が安定している可能性があります。で今日はそこまで風強くないんですけど、明日伊勢湾岸道を走りますんで、その時にもう横風あそこめちゃくちゃ強いんで、もう普通に風速10メーターとかありますんで、そこ通ってみてどうなるか、まっすぐ走れるのかふらつきないか検証してみます。でこのクルコンすごいですね。もう自分も外付けのクルコンはつけてるんですけど、この追従型はかなり楽です。80キロでゆっくり走っているとたくさんの車が追い越していきます。その時にですね、結構前にガッて割り込まれます。特にトラックだとあんまスピードが出ないんで、もう車間距離結構近い感じで割り込まれます。その時にクルコンの追従設定で車間距離が一番遠い設定だと、割り込まれた瞬間にブレーキみたいな感じで減速して速度が落ちます。でもこの一番短いモードにすると割り込まれても意外と減速せずにそのまま走ってくれますんで、前の車に追従しないで80キロで我が道を行く感じでしたら、車間距離は一番近いモードが減速もせずにそのまま走ってくれる感じでした。途中前に遅い車がいて、で80キロになったり75になったり結構不安定だったんですけど、通常だったらそういう時は自分でアクセルコントロールかブレーキコントロールしないといけないんですけど、もう追従型なんでずっとアクセル離したままでめちゃくちゃ楽でした。だいたい1時間半ぐらい走行したんですけど、ずっとクルコンだったんでもうほとんどアクセル踏んでません。こんなに楽なんですね。これ体感しちゃうと追従型のクルコンない車にはもう乗れないですね。オバステサービスエリア、すごいおどろおどろしい名前ですね。チャット GPT に聞いてみましょう。オバステ山は本当におばあちゃんが捨てられていたの？はい、出てきましたね。オバステ山は実際におばあちゃんが捨てられた山という史実ではなく伝説に基づく話です。ただの作り話で良かったです。オバステ山があるならジジステ山もありそうですね。ジジステ山はありますか？ジジステ山という伝説や場所はウバステ山のような歴史的民話的な記録はほとんどありません。ジジステ山はないようです。すいません、このあんずソフトと、あとアイスコーヒーお願いします。うわー絶景ですね。千曲市が見渡せます。このご当地のあんずソフト、これも名物らしいです。高速道路の上からご当地の食べ物を楽しみます。冷凍保存の食べ物も買いました。ハッピーワンターボの冷蔵庫は22リッターで、上が少し冷凍スペースなんでここで冷凍しておきます。再出発します。まだまだ高速道路走行します。まだ始まったばっかりです。景色もドライブも両方楽しんでいきたいと思います。今日の目標は愛知県までなんですけど、もう途中どっか疲れたらパーキングエリアなどで車中泊します。はい、ずっと80キロ巡航しています。車内の静粛性についてなんですけど、この80キロ巡航でもある程度エンジンの音は聞こえます。というのもエンジンの回転数が80キロ巡航でも3000回転とやっぱりちょっと高めになります。なのでその分の音が車内に入ってくる感じですね。上り坂になると結構うるさいなという感じはしますが、80キロ巡航では許容範囲じゃないかなと思います。まもなくですね、岡谷ジャンクションという結構速度が速くてR もきついジャンクションがあります。そこでこのハッピーワンターボのコーナリング性能を確かめます。はい、現在制限速度の50キロでこれジャンクションのカーブを曲がっています。で結構下りなんでね、速度が出やすくなってます。でこの速度帯ではもう全然ロールすることなくスムーズに曲がってくれています。大きいキャンピングカーだったらロールするんですけどね、やっぱり足回り強化されてますんでかなりロールが少なかったと思います。はい、今現在80キロで巡航しているんですけど、前にですね多分70キロぐらいの車がいます。でだんだん車間距離が狭くなってきました。で一度ですね追い越しできるかやってみます。フル加速してみて90、100と速度を出してみてスムーズに追い越しできるかやってみます。どのぐらいの加速なのか分かりやすいようにリアルタイムノーカットで流します。それでは現在80キロで加速します。せーの、はい。
はい、じゃあ加速しています。はい、もう100キロに達しました。で、100キロの回転数はですね、現在3500回転です。結構速いですね。パワーがあったの伝わると思います。速かったですよね。これなら短時間でパッと追い越しできますんで、常に80キロ巡航できると思います。やっぱり80キロ巡航するには75キロぐらいの車を追い越さないといけないんですよね。なのである程度の加速もいります。今回80キロ巡航なんですけど、これ100キロ巡航でもある程度いけそうですね。さあ、もう岐阜県に入りました。恵那峡サービスエリアでシャワーがあるようなんで、パパッとシャワーだけ浴びてきます。どんどんと雨の量が増えてきました。天気回復してくれたらいいんですけど、一旦シャワー浴びて様子見ます。案内ありましたね。シャワーって書いています。フードコートの一番奥にありました。はい、じゃあシャワー浴びてきます。10分300円でした。5分余りました。結構ね、シャワーの勢いが強いんで、かなり時間は余ります。横にスターバックスがありますんで、コーヒー買ってまた運転に戻ります。雨止んできましたね。それではコーヒー飲みながら再出発します。ここからはもうずっと下りになっています。また80キロクルコン設定してゆっくり行きます。夜のこのハッピーワンターボの視認性なんですけど、フロントのライトが LED なんですごい視認性はいいです。オートライトなんで暗くなったら点灯します。そして前に何もいない時は自動でハイビームになります。もうこれアダプティブクルーズコントロールと合わせると本当に何にもしなくていいですね。夜の高速道路も楽ちんです。ここからですね、制限速度100キロになりました。ちょっと一回100キロ巡航してみます。はい、今80キロで、じゃあ加速します。追い越し車線で、はい、今90で約5000回転。そして、今100キロに到達しました。100キロで、ギアが上がって今3500回転と結構低い回転数です。ただですね、ちょっと100キロになるとふらつきがあります。100キロはそうですね、速度は出るけど安定性が減る感じですね。今上り坂で100キロ巡航で4200、300回転といった感じです。パワー的には問題ないですね。ちょっと100キロだったら揺れが強い気がしたんで90キロに今抑えました。で90キロで上りで4000回転ぐらいですね。そうですね、90キロになるとだいぶ何ですかね、風の抵抗というんですかね、揺れが軽減する気がします。でもやっぱりクルコンで80キロ設定が一番なんか楽ですね。安定性もあるんで80でいきます。とうとう愛知県到着しました。倉ヶ池パーキングエリアです。この奥の方になんかハイウェイオアシスあるようなんでちょっと行ってみます。お、なんかかなり真っ暗で不気味ですね。この先にあるんでしょうか。ここですね。なんかコンビニもありそうですね。はい、到着しました。結構明るいですね。照明が多数ついています。高速道路は向こうに見えています。結構来るとき暗くて不安だったんですけど、すごいなんか公園もあっていいとこですね。あれ、ちょっと待ってください。ここ午前6時より午後10時まで防犯上利用時間以外は閉鎖します。出入りできません。Google マップではここハイウェイオアシスって書いていたんですけど、どうやら夜は利用したらダメなようです。公園の駐車場になるんですかね。目の前は公園、トイレ、コンビニもあります。入ってくるときにゲートがあったんでなんでかなと思ってたんですけど、そういうことなんですね。ここは夜閉鎖するようです。しょうがないですね。もうちょっと進みます。はい、じゃあ再び高速を入ります。これパーキングエリア戻れないんじゃないですかね。あ、ダメですね。もうこのまままた高速の走行車線です。もう行っちゃいます。次のパーキングエリアで
車着します。いやーなんかね、行ったことないハイウェイオアシスやなと思ってました。こんなとこあったんやなって。やっぱりハイウェイオアシスですが、車中泊場所としては利用できないところでした。おお、結構ね今橋の上っていうんですかね、高いところなんですけど、結構今天候が荒れていて車体が振られます。であとトラックもね結構来てるんで、かなり力が入ります。お、傘がすごい風。いや最後かなり気も冷やしました。すごい雨でした。で風はねまだ結構吹いてますね。刈谷パーキングエリアのハイウェイオアシスの方に来ました。結構車空いてます。最後ちょっとだけなんですけど、結構風強かったんですよね。ちょっと突風みたいな感じで吹いていました。でその時車体は結構入れました。明日伊勢湾岸道ちょっとこれ不安ですね。とりあえず車内でゆっくりくつろぎます。さっきまで運転で緊張して少し疲れていましたが、ゆっくり休憩していたら回復しました。もう家のようにリラックスしています。ほんとキャンピングカーっていいですよね。お腹空いたんでご飯にします。今回のハッピーワンターボ車中生活で岐阜通った時に道の駅でこの朴葉味噌買っていました。でこれ本来は飛騨牛ですね、牛肉で食べるんですけど、スーパーで買っていた豚肉がありますんで豚肉で食べます。ちょっと野菜もあります。ブナシメジとあとニンニクの芽ですね。これすごい好きなんですよね。こちらもカットして一緒に入れて食べます。完成しました。めちゃくちゃ美味しそうです。もうこのまま熱々をご飯の上に乗っけていただきます。でせっかくなんでもうテレビ見ながらゆっくりいただきます。テレビはナビのテレビをこちらに映します。ちょっと見えにくいんですけど、この運転席の横にスイッチがあります。これでナビが起動します。こちらのナビっていうのは
今現在この車のメインバッテリーではなくて後ろのサブバッテリーの電源を使用しています。はい、映りました。せっかくなんでこっち側のソファーですね、一番奥のとこ座りながらだったらもうこのままテレビ見ますんで、ここに座ってご飯いただきながら楽しみます。はい、いただきます。ごちそうさまでした。外は雨がかなり降ってますが、中は快適です。この朴葉味噌、豚肉で初めて食べてみたんですけど、すごい合います。なんか自分は牛肉より豚肉の方が好きかもしれません。なんかすごいご飯と合いました。牛肉の場合は単品で食べたい、そんな感じがします。この朴葉味噌の作り方にアルミホイル敷いてくださいって書いていたんで、結構車中飯との相性もいいですよね。こんな感じでもう一切汚れてません。もう片付けも一瞬で終わりです。今テレビと冷蔵庫、照明、そして12ボルトクーラーともうフルで家電使っています。その状態で消費電力は480ワットぐらいですね。もうこの後は IH や電子レンジなど消費電力が高いものを使えませんので、明日のお昼ぐらいまではエアコンつけっぱなしでも問題ないと思います。いやー、しかし刈谷パーキングエリア久々に来ました。ここよく来てたんですよね。動画もたくさん撮りました。いろんな思い出が詰まっているパーキングエリアです。どこか行くときに中継点にちょうどいいんですよね。しかも居心地のいい場所です。 JP スターさんも近いのでこれからもよく来ると思います。なんか JP スターさん出発の前に話していたんですけど、新しいターボ車作るかもと社長が言っていました。なのでまた近いうちに JP スター来るかもしれません。あとはカムロードベースの4駆ももうじき完成らしいので、今年は JP スター祭りになりそうです。楽しみです。さっき言った新しいターボの話はまだ未定です。もしかしたらこの部分カットするかもしれません。楽しみですね。それではもうちょっとゆっくりこのまま楽しみます。長いようで短かった5日間車中生活、いよいよクライマックスです。やっぱり最初の1泊目と今と印象が違います。よく考えられてるなって感心する作りもあるし、ここもうちょっと改善したらさらに良くなりそうというポイントも見つかりました。明日伊勢湾岸道走行後に自分の考えをまとめてからお伝えします。皆さんの良かったところ、いまいちな点など、その他気になるポイントなどあればぜひコメントで聞かせてくださいね。人それぞれ感じるポイントが違うのでコメント読むのがいつも楽しみです。自分的にはこのキャンピングカーがもし家にあったら毎日乗ると思います。よく走るしコーナリング時のロールが少ない。今のところ日本のキャンピングカーの中で名車と呼ばれるレベルだと思います。それでは明日に備えて眠ります。おはようございます。昨日からずっともう雨は
降ったままです。そんなに暑くなかったんですけど、湿気すごかったんで 12V クーラーつけっぱなしです。サブバッテリー残量は 38% です。現在 150W ぐらい消費しています。車内が設定温度に達すると 12V クーラーはコンプレッサーが回らないんでほとんど消費電力ありません。昨日長野県のオーバーステサービスエリアでこの冷凍のおやき買っていました。牛肉カレーおやきととろりチーズおやき、これ電子レンジで温めたらすぐ食べれるそうなんで、今日の朝ごはんもこれでサクッといただきます。この岐阜県の道の駅で購入したまな板、テーブルにしてもいいし、まな板でも使えるし、なんか買ってよかったです。ちょうど一人用でサイズいいですよね。で、こういった木目も個人的にすごい好きです。道の駅はこういった天然の木の素材のまな板や一枚板などよく売ってますので、こういったものを買い足しながら車内快適にしていて旅を楽しむのもいいですね。こっちはチーズのおやきです。美味しそうですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。この5日間で排水タンク意外と大丈夫でしたね。容量が15リッターと少ないかなと思っていたんですけど、歯磨きと洗い物をできるだけ減らせればあと10日間はいけそうです。現在が排水5リッターぐらいです。歯磨きと手洗いではそんなに減らなくて、食器洗いがやっぱり一番使えますね。もう食器洗いを減らせれば何泊でもいけそうです。ここの床下収納もアクセス抜群だったんで、かなり5日間で活躍しました。あとこの上部収納もすごい使いやすかったです。で、今回5日間とそこまで長期ではなかったんで、あまり上部には物を入れませんでした。このスペースは100均とか DIY とかで仕切りを作ったり、この2段収納にすればデッドスペースも活かすことができて、かなり使い勝手良さそうです。で、このソファー下も結構容量大きかったんで、かなり使えました。ただちょっと重かったので、なんか引き出すのがちょっと億劫でした。このテーブルなかったら余裕なんですけどね。まだバンクベッドの収納とかも一切使っていないんで、もう1人2人だったらもう全然余裕だと思います。ただ冬の車中泊ですよね。その時に布団がかなりかさばります。ちょっと高級なシュラフとかにすれば収納もかさばらなくてあったかいんですけど、寝返り打ちにくくて窮屈に感じる方もいてますんで、あれは下を選びますよね。なので冬場シュラフ以外で寝る場合はもう布団の収納場所はこのバンクベッド一択になりそうな気がします。冬場とかはやっぱり常設ベッド欲しいなと思いますね。そうすればもう分厚い布団とかも引いたままで移動できます。さあ出発の準備して、最後ラストランですね。伊勢湾岸道走行してきます。その前にこの刈谷パーキングエリアには総工費4億円の超高級トイレあります。そちらをお借りしてから出発します。隣の車がギリギリまで来てるんでかなり狭いです。これよく街である光景ですよね。隣トヨタのボクシーなんですけど、結構線ギリギリまで寄っています。でハッピーワンターボは結構間空いてますんで乗り降りができます。これがもし同じぐらい寄っていたらもう出るの不可能です。ただ止められるだけではなくて乗り降りがしやすいのもこのハッピーワンターボ小型キャンペーンカーキャブコンタイプの良さでもあります。ここのハイエアオアシスはキャンピングカーが結構見られるんですよね。で今日はアレンですかね、止まってます。タウンエースベースのキャンピングカーです。デュカトベースのキャンピングカーもあります。止められるんですね。2台分使ってますね。やっぱりデュカトは性能いいんですけど止める場所が難しいんですよね。こういった駐車場ではみ出して止めるのはやっぱりマナー違反になってしまう場合もありますので難しいですよね。皆さんはありでしょうか、なしでしょうか。コメントでよかったら意見聞かせてください。ここが4億円のトイレです。それでは行ってきます。それでは伊勢湾岸道へ向かいます。今日ね風が結構強いんですよね。
草木が結構揺れてるのがわかると思います。天気予報のアプリで風速見えるんですけど、この伊勢湾岸道がちょうど海のこの辺ですね。でこの辺は見ると緑になってるんですけど、この緑が現在風速10メーターぐらいですね。結構やばそうですね。最後の最後にハッピーワンターボの試練が待っていました。もうやばそうだったら途中で降ります。はい、無事合流できました。今高速乗ってすぐ感じたことなんですけど、風がですねやっぱり今日強くて、もう時折軽くハンドルがなんか揺れる感じはします。まだこれ暴風の壁あるところなんですけどね。で伊勢湾岸道はもうすぐなんで、橋の上着いたら風の揺れまたお伝えします。なんと吹き流しが真横です。これ風速10メーター確定ですね。ちょっと怖いな。はい、今ちょうど橋の上入りました。で両方あったこの暴風壁みたいなですね、柵みたいなのがなくなりました。現在前の車についていってますんで、速度がだいたい75から80ぐらいの間です。この横ね、海が見えてるんですけど、絶景なんですけど、本当生きた心地がしないですね。しかも結構みんな速いんですよね。今ちょっと突風みたいな感じで横にゆらっと揺れました。ただですね、すぐ戻ってくれました。橋の上をずっと走行してだいたい5分ぐらい経ちました。今結構揺れましたね。なんかあんまりね、ちょっと弱めの風だったら揺れないんですけど、ある一定の風を超えるとゆらっと揺れます。ただ結構ガッガッって感じで戻ってくれる感じですね。なんか思っているより揺れないですね。かなり覚悟はしていたんですけど、これならもう全然問題なく走れるなという気がします。やっぱり足回り強化されてますんで、その効果が顕著に出ています。さあそれではもうパーキングエリア入りますと思ったんですけど、最後にすごい嵐が来ました。これ雨もすごいんですけど、今風もすごいです。小刻みに車体が揺れています。うわ、すごいなこれ。でしかも車が止まってる。ちょっとハザード焚いていきます。吹き流しももうね、真横で嵐で、多分ねもうみんな走れなくなってますねこれ。なんでハザード焚いて超低速で今走行してます。前が見えないんでしょうね。うわ、すごいですね。ちょっと収まるまで待ちます。はい、30分ぐらい経って嵐が過ぎました。風すごかったんですけど、なんか思ったより揺れなかったですね。こう揺れてもこんな感じですぐ戻るようなイメージでした。前後足回り強化されています。こんなにも変わるんですね。安全面考えたら足回り強化は必須です。これが標準装備なのは本当にありがたいです。とうとう5日間の車中生活が終わりました。愛知県の JP スターさんを出発して岐阜県、そして北陸富山県行って新潟行って長野、そしてまた岐阜戻ってきて愛知県に戻りました。走行距離約800キロ、給油は5回しました。今回5日間の車中泊生活旅終わってみて直後の今の感想なんですけど、やっぱり走りがいいので長距離しんどくなく楽しかったです。長期車中泊旅したことある方ならわかると思うんですけど、意外とキャンピングカーの運転って疲れるんですよね。そして車中泊で寝ても疲れが取れない時もあります。でも今回しっかり熟睡できて運転の疲労度も低かったので今すごい元気です。もうなんやったら今からもう一周してもいいぐらい元気です。やっぱり ACC 大きいですね。でもまた新たに感じたデメリットもありました。やっぱり一緒に過ごす時間が多くなってくると新たにデメリットも出てくるもんですね。最後にそちらをお伝えします。その前にまずは検証データからお伝えします。今回の高速道路の燃費なんですけど、1リッターあたり10キロでした。で走行距離は約460キロですね。おとついまでの一般道では 9.4 キロでした。感想としてはなんか高速道路あんまり飲みなかったですね。でもカムロードベースとかの重たいキャンピングカーなら1リッターあたり7キロなんで、こんなもんかなという気もします。
次走行充電なんですけど、高速道路で検証しました。1時間あたり約 11.3% 充電される結果になりました。ワット換算で約600ワットぐらい充電されていました。これ一般道でも約600ワットなんで、高速も一般道も変わらない結果になりました。この車両はオルタネーター、エンジンの動力を発電する機械なんですけど、そちらが高出力オルタネーターに変わっています。こちらはオプション装備です。なのでノーマルだと多分300ワットぐらいだと思います。夏クーラーガンガン使うなら高出力オルタネーターは欲しい装備です。冬だったらいらないですね。12V クーラーの今回の検証結果なんですけど、この5日間で昨日が一番暑かったですね。外気温、日陰に置いている温度計でなんと 36.6 度まで外気温上がりました。その中クーラーを一番強いモード、風量も一番強いモードにしていて、車内は 25.5 度でした。よく冷えてくれました。でもこのモードだったら消費電力がすごい高くて900ワットぐらい消費していました。なので常時使用はちょっとしんどいですね。短時間で車内冷やすならありですね。その後はエコモードなどにして長時間使用するのがいいと思います。ただエコモードだったら外気温35度を超えてくるとちょっとしんどかったです。で、このクーラーの今回5日間車中泊旅してみて総括的な感じでまとめると、夜使用、寝るだけなら真夏でも2日間いけます。車内で夕食食べたり朝食食べたり過ごす時間が多くなってくると1日半でバッテリーはなくなっちゃう感じでした。なのでよく冷えるんですけど、バッテリー消費はまあまあ高いよって感じでしたね。次はこのハッピーワンターボの新しい機能、バンクベッドですね。こちら実用的か5日間で検証してみました。結果実用的でした。ただ自分は1回しか使ってません。その理由なんですけど、まず暑い、そして布団敷くのが狭くて引きにくかった、そして登る時に眠気が覚めちゃいました。実際使ってみるとシェードが朝眩しかったんで、その1回きりになっちゃいました。この辺を改善できればかなり使えるバンクベッドだと思います。この軽自動車ベースキャンピングカーでソファー、テーブルそのままで寝られるってすごいことです。ぜひブラッシュアップしていって簡単に寝られるようにしてもらいたいです。もしくはもう割り切って収納として使いやすくするかですね。次は ACC 実用的か機能するかですね。このハッピーワンターボの一番の売りといっても過言ではないアダプティブクルーズコントロール半自動運転は機能しました。もう最高でした。アクセルを踏み足すことが多いこの軽自動車ベースのキャンピングカーは一番恩恵があると思います。もう自分は高速道路入った瞬間にすぐに ACC オンにしちゃいます。ただ実際に使ってみて注意点も見えました。この車間距離なんですけど、一番遠いモードでも結構なんか近いなと感じました。というのもやっぱりブレーキの制動距離がキャンピングカーなんで長いんですよね。なんでもし前のトラックが急に停車した時に止まれるかなという不安のある距離でした。なのでトラックの追従はあまりお勧めできません。前の車追従してその先も見えるぐらいの低い車の後ろがいいかなと思います。それだったら一番車間距離が遠いモードで追従していてももう一個先の車まで見れば何かあった時早めにブレーキ踏めると思います。昨日今日の高速道路旅は空いてたんで、基本的にもう80キロの設定してそのまま追従というかもうクルコンとして使っていました。一般道を走行している時にバイパス道路を通ったんですけど、そこでもクルコン使ってみました。そこは一車線のバイパス道路だったんですけど、その時がもう本当にすごい楽でした。70キロ一定で走ってくれたらいいんですけど、結構加減するんですよね。65なったり75なったりで、その度にアクセルで合わせないといけないんですけど、この追従型のクルコンだったらそれも必要ないです。なので追従型のクルコンは一車線のバイパス道路にすごい威力を発揮するなと思いました。以上が検証系データと気になっていた部分です。で、今からですね、この高速道路車中泊を通じて一般道旅では感じなかった新たなメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットからなんですけど、一つ目、このテープライトなんですけど、高周波ノイズありました。ここ屋根の方全体ですね。で、この上の収納の下にもテープライトあります。で、このテーブルのとこ、ここにもあります。で、この入り口のとこ、この辺立つとすごい高周波ノイズが聞こえます。今はね、聞こえないんですけど、昨日の夜は自分結構聞こえていました。そしてちょっと移動してこの辺とか下がってくると聞こえなくなっていました。ちょうどなんかこの辺ですね。かなり高周波なんで人によって聞こえる聞こえないかはあると思います。もう聞こえない人だったら全然問題ないと思うんですけど、聞こえる人は気になる方は気になると思います。次のデメリットなんですけど、今回強風でした。なのでこのドアがですね、こうロックしていっても普通にバーンって取れました。なので強風時はこの状態では危険でした。こうロックするやつをつけてもらうか、もしくはもう強風時はあまり開けないようにしてもう常に手で持って
対応するかですね。自分一回経験あるんですけど、こう何かここで物とかイラってる時に強風で扉が閉まって体に強く当たった時ありました。まだ体全体だからいいんですけど、例えば指とかならかなり危ないと思いますので、こちらは注意が必要です。次のデメリットはこの靴脱ぐとこですね。こんな感じで横で靴脱がないといけません。なのでかなり脱ぎにくかったです。これ1人ならここでいけるんですけど、もう2人以上になると不可能ですよね。外にステップは標準でつくんですけど、雨の日はもう使えないんで、やっぱり中に何か対策が必要かなと思いました。次のデメリットなんですけど、この冷蔵庫小さいなと思っていて、この5日間生活してみたんですけど、やっぱりね小さかったです。22リッターあるんですけど、やっぱり1人分っていう感じでしたね。初日に比べたらだんだん慣れてきて、あまり物は買わなくなったんですけど、やっぱりお刺身とかパックとか結構大きいんで、1人分までは大丈夫なんですけど、2人分は難しいと思います。なので長期旅の場合は別途小さい冷蔵庫を持っていた方がいいかもしれません。やっぱり現地で新鮮なお肉買って地元の食材楽しみたいですよね。一方車内で良かったところなんですけど、今回雨が多かったんですけど、このウォークスルーが本当に便利でした。ここバンクのとこ何もないんで、もう簡単にウォークスルーできます。こちらの窓3箇所にスモークフィルム貼られてるんですけど、これかなり良かったです。外から見るとこんな感じでもう何も見えません。後ろも貼られています。なのでこういった駐車場でも人の目を気にせず外を見ることができます。そして自分このハッピーワン系で久々に車中泊してみて感じたことなんですけど、このキャブコンですね、他のカムロードベースとかよりも景色を堪能しやすいです。意外とカムロードベースやタウンエースベースのキャブコンって景色見にくい場合多いんですよね。例えば王道のセンターエントランスの場合、入ってすぐここがダイネットスペースになっていて、こう対面で向き合う場合が多いと思うんですけど、窓がこちら側にあるんですけど、こう向かい合った時に意外と正面は何も見えないんですけど、ハッピーワンはもう正面が窓です。でこっち側も窓です。この3面全部大きい窓っていうのは意外とありそうでないキャンピングカーなんだなと思いました。やっぱりキャンピングカーなんで絶景の場所行ったら窓開けて景色堪能しながら中でくつろぎたいですよね。意外と外見えないキャンピングカーが多いんで、これは久々にハッピーワン乗ってみていいなと思ったポイントでした。次良かったのはこの給排水システムですね。このタンクがここにあるんですけど、ここから別に取り出さなくていけます。給水は外から入れることができます。で排水はこの下ですね、ここをコックひねるとお水が出てきます。この黄色のバール部になります。こちらはもうちょっと下になる予定です。これは実際に使ってみてかなり良かったポイントです。やっぱり車内で扉開けて20リッターとか重たいタンク持ってこうやってよいしょって出してするって結構大変なんですよね。腰にも負担かかるし、ハッピーワンはまだ広いんですけど、狭いキャンピングカーだったら手の力でしか持ち上げられないような体勢の場合もあります。排水は排水できる場所でしか水出せないんですけど、何か大きめのタンクとかに受け皿用意しておいてそこに出せば排水もしやすいと思います。もしくは長い排水ホース挿して戸建ての方ならお水マスに流してしまうとかですね。そうすればかなり楽だと思います。次良かったのはこの外のゴミ箱収納ですね。これはスーパーの袋で言ったら3つぐらい入りますんで、かなり重宝しました。小さいキャンピングカーだとゴミの場所って結構困るんですよね。これがもう純正で用意してくれてるのはかなり助かります。なんかせっかくいい雰囲気のキャンピングカーでもゴミ袋とかこの辺散乱してたらなんか台無しですよね。そういった面でもこの後ろの収納はかなり使えると思います。次良かったのはこの電子機器ですね。今回特に天候が荒れていたんで重宝しました。ちょっとトイレに行ったり買い物行ったりするときにいちいち鍵を持っていかなくてもここの番号で開け閉めできるんで本当に重宝しました。あとはリモコンでも正常解錠できます。なんか本当にキャンピングカーって家みたいになってきてますね。で車内で感じたメリットは以上になります。でこの外装で感じたメリットをパパッとお伝えします。まずここなんですけど、雪国の人はかなりいいと思います。これ雪が積もらない感じですね。かなりバンクが出てますんでフロントウィンドウには雪が積もらないと思います。これはメリットですね。あと内外装編でもお伝えしたんですけど、このコーキングにカバーがあるんでこれはクロスビームもなくなりますんでかなりいいと思います。あとはこのボディの丸みですよね。軽く丸みが R がついています。こちらも雨濡れてもなんかすごいかっこいいですよね。リアも丸みあるし、このドアもですね下からずっと丸みを帯びてまた戻っていく感じです。この外装のこだわった作りはかなりいいなと思いました。一方外装で気になるポイントなんですけど、もうほとんどないんですけど、室外機の塩害対策だけ気になりました。これはもうハッピーワンに限ることじゃなくて全部のキャンピングカーに言えることなんですけど、冬場この車体下の12ボルトクーラーのファンとかですね、コンプレッサーとかが錆びないか心配です。太平洋側は大丈夫だと思うんですけど、
北陸や東北、北海道の方は道路に塩が巻かれてますんで錆びないか心配です。なんかこれっていい対策ないんですかね。冬場は使わないでなんかカバーとか JP スターさん作ってくれないですかね。今回の車中生活で使うことはなかったんですけど、この電動オーニングですね、ここビルトインされてます。こんな感じでリモコンでウィーンって出てきます。ちょっとここもサービスエリアなんでやめておきますが、やっぱり車中泊旅では使う場所限られますね。オートキャンプ場など行けば使用できます。あとは一部の RV パークですね。ただやっぱり車旅って移動しますんで、一日中車中スポットにいることはあんまないと思いますんで、使うときはやっぱ限られますね。キャンプ場よく行く人は重宝すると思います。次は走行面なんですけど、高速道路旅してみて分かったことがありました。航続可能距離が一般道同様に高速道路も短かったです。燃料タンクが38リッターで燃費が1リッターあたり9から10キロなんで、もう頻繁にガソリンスタンド行きました。やっぱりもう半分ぐらいになると不安になってくる感じでした。2つ目のデメリットは、これ4駆だったら40キロまでしか出したらいけません。このキャンピングカーはリアがワイドタイヤに変更されています。キャンピングカーではない普通のアトレだったら40キロ以上も大丈夫なんですけど、タイヤが変更されていますので40キロ以下で走行するのがいいようです。なので雪国ですよね。こういったアスファルトの路面も走るし、雪が積もってるとこも走ります。でその度に毎回切り替えするの結構大変だと思いますんで、高速道路走行するときは注意が必要です。40キロ以上出てると思いますので。ただここにですね、4駆オートと4駆ロックあります。これはもう4駆で固定する感じですね。でこっち4駆オートにすると、通常は2駆で走行していて、で雪で滑ったりとかしたらその時だけ4駆に切り替わります。なのでこの 4WD オートがいいかなと思います。 4WD ロックモードは高速走行時注意が必要です。で高速道路走ってみて良かったところなんですけど、なんといってもパワーですね。もう追い越しも普通にできます。今回100キロでも巡航してみましたが、パワー的には問題なかったです。ただ風の揺れでちょっと揺れやすくなったかなという感じでした。なので100キロ巡航はあんまりお勧めできないんですけど、無風だったら大丈夫だと思います。ただパワーはもう100キロ巡航でも問題ないレベルでした。この見た目で追い越し車線走ったらびっくりしますよね。2つ目のメリットなんですけど、これはもう高速道路とか関係ないんですけど、このワイドタイヤがですね、冬用も対応したワイドタイヤを今開発しているということなんで、雪もこのまま走行できます。やっぱり夏用のワイドタイヤって結構あるんですけど、冬用ってあんまりないんですよね。それを開発して作ってくれるっていうのはすごいことです。雪国の方は本当に嬉しいですよね。でワイドタイヤなんで、このトレッド幅、横幅ですね、このタイヤの幅が広がってますんで、コーナリング時本当に安定していました。強化ショックアブソーバーやスタビライザーと組み合わせると現状最強かなと思います。で次のメリットなんですけど、これもちょっと高速道路とは関係ないんですけど、今回の旅で気づきましたんでお伝えします。自分序盤のデメリットで3人以上の旅の時に後部座席が熱い、クーラーが必要と言ったんですけど、今回実際にクーラー再起用にしてみて試してみると、風がですね、普通にこの前のクーラーが後ろまで来ました。なんでここのクーラーつけなくても結構この辺は涼しかったです。これ結構大きいですよね。3人以上で使う方は運転席助手席のクーラーを全開にして後ろに送ってあげるようにすれば、リアの 12V クーラーつかなくていけるんで、走行充電でサブバッテリーの充電が可能です。もちろんこの 12V クーラー走行中もつけて問題ないんですけど、そうするとこの走行充電のバッテリーがリチウムバッテリーの方に、サブバッテリーの方に充電されません。それを自分は序盤のデメリットに入れちゃいました。でも 12V クーラーつかなくても十分涼しいということを訂正してメリットとして最後に入れさせていただきました。最後メリットではなくて番外編としてお伝えさせてもらいます。風の煽りですね、結構対応できていました。これメリットなんですけど、そこまでめちゃくちゃ風に強いということはないんで、番外編のメリットとしてお伝えさせてもらいます。今回伊勢湾岸道は風も強いし、もう嵐のような雨も降ったし、結構天候荒れていたんですけど安定して走っていました。で揺れても戻る感じですね。でこの辺はこのワイドタイヤや足回り強化の効果が発揮されていました。風速7メーターぐらいならもう全然大丈夫だと思います。ただ突風とかですね、たまにゆらってきますんで、そこだけ注意した方がいいかなと思います。両手でハンドルしっかり持ってですね、走行してもらえればどこでも行けると思います。以上があなたに感じたことでした。おすすめできますね。ただ値段は高くなっちゃうので、次のクラスのタウンエースキャブコンの方が広くて値段もそんなに変わらないのなら、そちらの方が合ってる方もいると思います。特にマルチルーム欲しい、そして3人4人で車中泊したい、そういった方はもうワンランク上の広さがいいかなと思います。でもこのコンパクトな車体と
高さのあるキャンピングカーにメリットを感じて一人旅二人旅が多いならかなりマッチする車だと思います。日本のキャンピングカーになかったクラスなので名車になるんじゃないでしょうか。こんなワクワクする車を作ってくれて JP スターさん本当にありがとうございますという感じですね。皆さんはどう思われましたか？気になるところなどあればコメントに残しておいてください。 JP スターさんならその意見を取り入れて改良してまた商品開発してくれると思います。最後に今回のハッピーワンターボ内外装編と5日間の車中生活総集編を後で出すと思います。その時に皆さんのコメント賛否ですね、そちらも最後入れると思いますのでぜひチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。はい、JP スターさん戻ってきたんですけど問題が発覚しました。高出力オルタネーター、こちらが不具合でした。今回 600W ぐらいしか充電されてなかったんですけど本来はやっぱり 1000W ぐらい充電されるそうです。という感じで結構重要なことだったんで最後にお伝えさせてもらいました。すいません、もう一つちょっと追加なんですけどこの高出力オルタネーターが改善されると燃費も改善されるそうです。そして今回坂道が一番きついところで82、3キロしか出なかったんですけどそれももうちょっと上限90とかそのぐらいまで出るかもしれません。また高出力オルタネーター改善されたら乗ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。